第1163話では、ロジャーとガープがロックスの元に加わり、目の前に立ちはだかる異形の怪物、イムを打ち倒すために共闘する。物語は、ロックス、白ひげ、カイドウが力を合わせ、イムに挑む、大地を揺るがす戦いのシーンから始まる。まずカイドウが動き出す。巨大な竜に変身したカイドウは、天を突き刺すような方向を上げ、口から灼熱のボロブレスを吐き出し、地平線を焼き尽くすほどの強大な炎をイムに向けて吐き出す。しかしイムは微動だにせず、軽く手を振るだけで炎を手のひらに受け止め、直後、空気を歪ませるほどの勢いで炎を跳ね返す。炎はカイドウ自身にも跳ね返り、爆発が空を切り裂く。巨大な竜が炎に包まれ、苦悶の方向を上げながら空から落ちる。カイドウ。ロックスの叫びが響く間もなく、イムは空間を歪めるように姿を変え、落下するカイドウをつかみ上げた。そして、圧倒的な力で大地へ叩きつける。一度、二度、三度、地面が崩壊し、衝撃波が周囲一帯を吹き飛ばしたカイドウの鱗が砕け、人間の姿に戻ると同時に意識を失う。怒りに燃えるロックスは、黒い覇気をまとわせた剣を振り上げ、イムへと一直線に突進した。しかしイムは冷然とした表情のまま、指先一本でその刃を受け止める。金属音が鳴り響き、ロックスの腕が震えた。バカな、この力が、背後から白ひげが続く。ロックス、どけ、と叫びながら、振動する覇気をまとった薙刀を振り下ろす。空間そのものがひび割れ、世界が悲鳴を上げるかのような衝撃。だがイムはその一撃すらも片手で受け止め、もう一方の手でロックスの顔をつかむと、二人の頭を勢いよくぶつけ合わせた。血しぶきが飛び散り、ロックスと白ひげは吹き飛ばされる。二人が立ち上がる間もなく、イムの背後に無数の影が現れ、まるで意志を持つかのように形を変え始めた。それは闇そのもの、世界の石と呼ばれるような存在の片鱗だった。三人の海賊、ロックス、白ひげ、カイドウ、その力が一つになっても、イムの前ではまるで子供の遊びのように押しつぶされていく。海を割るほどの覇王色の衝突も、イムの一別で無産した。これが、神の力か。ロックスが歯を食いしばりながら立ち上がる。そして戦況が完全に絶望へと傾いたその瞬間、雷鳴が轟き、地平線の向こうから二つの影が現れる。一人は笑みを浮かべる男、海賊王になる運命を背負うゴール D ロジャー。もう一人は、正義の拳を掲げる英雄、モンキー D ガープ。ロックス、この怪物はお前だけの敵じゃねえ。たまには共闘ってのも悪くねえだろ。二人は宿命の敵であるロックスと歯を揃え、世界を蝕む怪物を撃つために手を組んだ。ロジャーとガープの参戦により、戦場の空気が一変した。それまでイムの圧倒的な力に押され、崩壊寸前だった戦場に、一瞬の光が差し込む。ロジャーの覇王色の覇気が爆発し、大地に亀裂が走る。お前がこの世界の神か、なら、俺が自由でぶった切ってやる。ロジャーは叫ぶと同時に、剣を構え、全身の覇気を一点に集中させる。赤黒い稲妻が弾け、空気が悲鳴を上げた。かむさり、一閃、空間が裂け、大地が波打ち、イムの胸元を貫くような衝撃が走る。イムの黒い肌が切り裂かれ、濃い闇のような液体が地に滴った。その瞬間、周囲の温度が一気に下がり、空気そのものが凍りつく。イムは初めて眉を潜め、無言のまま数歩後退した。だが、すぐに頭上から圧倒的な殺気が降り注ぐ。あの化け物は俺が叩き潰す。天を割るほどの跳躍。ガープが空から降り注ぐ流星のように拳を振り下ろす。ギャラクシーインパクト。拳がイムの頭頂部に命中した瞬間、天地が反転したかのような衝撃波が広がり、地面は大陥没を起こした。周囲の山々が崩れ、雲が吹き飛ぶ。ロジャーとガープ、
伝説の二人による怒涛の攻撃。その威力に、ついにイムの膝が地に沈む。拳が大気を裂き、稲妻を伴ってイムの頭上へ直撃した。イムの体が地面に叩きつけられ、爆風が放射状に広がった。だが、イムはなおも立っていた。皮膚が裂け、血が流れても、その目の奥には一切の感情がない。そこへ、煙を裂いてロックスが再び立ち上がる。白ひげがなぎなたを構え、カイドウが竜の姿で天へと昇る。ロジャーとガープも肩を並べる。5人の覇王が同時にイムを見据えた。全員で叩き潰すぞ。ロックスの怒号とともに、5人が一斉に突撃する。ロジャーの斬撃が空を裂き、ガープの拳が大地をくじり、白ひげのなぎなたが天を切り裂く。カイドウの熱域、ボロブレスが巨大な火炎の渦を作り出し、その中心をロックスの黒刃が貫いた。5つの力が一点に収束し、イムを中心に引ける。イムの方向が天を震わせる。黒い翼のようなもやを広げ、巨大な腕で反撃する。ロジャーが剣で受け流し、ガープが拳で殴り返し、白ひげが大地を揺らす。だがイムの力は凄まじく、攻撃のたびに空気そのものが歪む。まだだ。ロックスが叫び、全身から覇気を放出する。その覇気は炎のように燃え、5人の覇気が重なり合い、巨大な甲冑となって天へ伸びた。終焉の一撃。爆発的な閃光が世界を包み、雷鳴が鳴り響いた。そして、イムの防壁が砕け散った。黒い翼のような闇がはぜ、天を覆っていた影が四方に散る。空が再び、青を取り戻した。イムの体がのけぞり、裂けるように崩れ落ちる。戦場に残ったのは、5人の荒い息と、焦げた土の匂いだけだった。しかし次の瞬間、イムの体から、四黒色の、毒のもや、が立ち上った。それは生きているかのように揺らめき、風もないのに広がっていく。ロジャーも、ガープも、白ひげも、カイドウも、そのもやを浴びても無事だった。ただ一人を除いて、ロックスの体が震えた。血管が黒く染まり、皮膚が焼けただれ、筋肉がうねるように変形する。背中から漆黒の翼が生え、尾骨が伸び、顎から角が突き出た。その姿はもはや人ではない。悪魔。ロックスは震える手で胸を押さえ、朦朧とした目でロジャーとガープを見つめる。頼む、ロジャー、ガープ。俺を殺してくれ。もう、自分を抑えられねえ。このままじゃ、俺は、人、じゃなくなる。悪魔になっちまう。ロジャーは拳を握りしめ、ガープは奥歯を噛み砕かんばかりに唇を噛んだ。しかし次の瞬間、ロックスは完全に理性を失い、方向とともに二人へ襲いかかった。ロジャーとガープは同時に飛び退き、無言で構える。彼らの視線は互いに交わるが、言葉はいらなかった。今ここで、怪物、ロックスを倒さねば、この島どころか世界そのものが滅ぶ、それを悟っていた。こうして、ロジャーとガープは一時的に手を組み、ロックス討伐に挑むこととなった。二人は同時にロックスへと飛びかかり、その猛攻が炸裂した。ロジャーの覇気をまとった剣線が鬼ロックスの胸を深々と切り裂き、ガープのげ骨が山脈を崩す勢いでその巨体を直撃する。鮮血が飛び散り、確かにロックスの肉体を切り裂き砕いたはずだった。だが、肉体は黒い炎に包まれ、瞬苦剣に再生した。クソ、不死身か。ロックスは咆哮し、黒煙の翼を広げて二人をなぎ払う。ロジャーとガープは何度も地面に叩きつけられ、血を吐きながら立ち上がる。怪物にも程がある。だが諦めねえ。ここで引いたら未来はねえ。二人は息を合わせて再び突撃した。ロジャーの紙火が閃光のように走り、ガープの拳が雷鳴のように轟く。しかしロックスはそれすらも受け止め、傷はすぐに消え去る。だが二人は同時に気づく。ガープ、奴の再生を止めるには、魂ごと叩き潰すしかねえ。覇王色だ。その瞬間、
二人の覇王色の覇気が解き放たれた。赤黒い稲妻が天と地を引き裂き、空は真っ二つに裂け、海は逆巻き、島そのものが悲鳴を上げる。恋、ガープ、王よ、ロジャー。二人は全力の覇気を拳と剣に祝し、同時に突撃する。ロジャーの剣が雷鳴の竜となり、ガープの拳が炎の巨人と化す。二つの覇王色が交錯し、空と海を巻き込む超大規模な嵐を生み出した。覇王衝突。ロジャーとガープの覇王色をまとった渾身の一撃が炸裂し、轟音と閃光がゴッドバレーを飲み込んだ。島の半分が吹き飛び、大地は裂け、海は轟音とともに荒れ狂う。その爆心地に立っていたロックスは、巨体を震わせながら膝をつく。鬼のように変貌していた姿は徐々に崩れ落ち、人間の姿へと戻っていった。血を吐きながら、ロックスは必死に立ち上がろうとするが、その体はもう限界だった。その時、瓦礫の間をかき分け、必死に走ってきた妻と幼い息子、マーシャル・ D ・ティーチが彼のもとへ駆け寄った。ロックス、父ちゃん。弱々しくも彼は振り返り、妻と息子の顔を確かめるように見つめた。その目はもう鬼ではなく、人間の父としての眼差しだった。震える手で家族を抱き寄せながら、ロックスはかすれた声で語り出した。ロジャー、ガープ、聞け、そしてティーチ、お前もだ。彼は自らの過去を語り始める。自分が、デイビー一族の族長の息子として生まれたこと。同時に、バッカニア族の血も受け継ぎ、異常なまでに強靭な肉体を持っていたこと。そして彼らが複数の悪魔のみの力を宿すことすら可能な、稀有な一族であったこと。イム、あの化け物が、我らの得意な体を見つけ、狩り始めた。あまたのみを無理やり食わせ、超戦士を作るために、仲間も家族も生きたまま実験台にされ、残虐なやり方で命を散らしていったのだ。子供の俺は、その光景をこの目で見た。あの日からだ。俺は誓った。必ず世界政府を引きずり下ろす。とな。しかし今、その命は尽きようとしている。ロックスは震える手で幼いティーチの肩をつかみ、その瞳を見据えた。ティーチ、俺の血を継ぐ息子よ。俺が果たせぬなら、お前が果たせ。この腐りきった世界をぶっ壊せ。仲間を集めろ。憎しみを力に変えろ。やがて必ず世界を震わせる。時が来る。その時、立ち上がれ。涙を流す妻の腕の中で、幼いティーチは何も理解できず、ただ父の叫びを見つめていた。ロックスは薄れゆく意識の中で最後の力を振り絞り、はっきりと告げた。俺の魂は、お前と共にある。必ず、世界を覆す闇となれ。マーシャル・ D ・ティーチ。そう言い残し、ロックス・ D ・ジーベックは静かに瞳を閉じた。